モーション。私は今エペルネのメインストリートアブニュー・ドゥ・シャンパーニュにいます。前回に続いてシャンパーニュの聖地エペルネからの動画をお届けします。世界遺産にも登録されているこの大通りにはシャンパーニュの有名メゾンが軒を連ねています。こちらはモエテ・シャンドンの迎賓館。あれ、ツール・ド・フランスのトレーニングかしら。大通りにはさまざまな人が行き交っていますね。こちらはペディエージュエ。メゾンの中庭が一般に公開されているんですね。私はかつて何度かメゾンを訪れましたけれども、こんな風景は初めて見ました。大通りに面した他のメゾンも庭がシャンパンバーになっているところがあったりして、とっても魅力的な雰囲気です。前回の動画ではエペルネ郊外にある家庭的なシャンパーニュ生産者さんを訪ねましたが、今回はこちらです。シャンパーニュ・ドゥ・ブノージュ。とても優雅なお屋敷ですね。ここでも敷地の中でシャンパーニュをいただくことができるようです。私たちはこのお屋敷の中に入っていきます。シャンパーニュ・ドゥ・ブノージュ1837、1837年創業のシャンパーニュメゾンですが、このお屋敷はもともと別の家系が建てたもので、1900年頃に完成しているようです。いずれにしてもシャンパーニュの豊かさが伝わってきます。こちらはサロン、そしてビリヤードルームなどもあります。これなんだかわかりますか？シャンパーニュのコルク栓を止めるミュズレというものです。こちらが現在のプレジデントジル・ドゥ・ラ・バスティエルさんです。歴史あるメゾンですから、注文台帳やラベルなども古いものが大事に保管されています。サロンでいよいよテイスティングです。美しいグラスにシャンパーニュを注いでくださっています。1996年ヴィンテージということは、収穫された年から25年間熟成されたことになります。蜂蜜のような色合い、熟成が進むと色が濃くなる傾向がありますが、お味の方もぎゅっと凝縮された感じ。それでいて弾けるような生き生きとしたフレッシュさがあるところが素晴らしいです。館の地下に案内していただきました。熟成中のボトルが何本もありますね。そしてとっても興味深かったのがこちら。何だと思いますか？これ洗濯場なんです。村の共同洗濯場が広場にあったりするのは見かけますけれど、邸宅の中の洗濯場というのは初めて見ました。ここが乾燥場所。レンガの内側で火を起こして、その熱で洗濯物を乾かしていたのだそうです。しかも熱を無駄にせず、このように館内の暖房としても使っていた様子。100年以上前の
ボイラーシステムです。再び上の階に来ました。サロンの窓から館の裏手に広がる見事な庭園が望めます。円形にはぶどう畑の丘も見えています。その庭に降りてみましょう。この大きな緑の塊のようなもの、皆さん引きつけられているようですが、一体何でしょう。この木だけを見るために世界中から研究者が来ますよとジルさんがおっしゃっているのが聞こえます。なるほど、これは一本の木だったんですね。中に入ってみますと、枝ぶりがすっかり絡まっているような複雑さ。ブナの変異種のようで、樹齢は100年を優に超えているそうです。この緑の広がり、水音、なんとも優雅な場所ですね。さて、ここからはシャンパンの大通りに新しくできたミュージアムを訪ねましょう。こちらはシャトーペリエと呼ばれる歴史的建造物が2021年に新しくミュージアムとして生まれ変わったものです。ペリエと聞いてピンときた方もいらっしゃるかもしれませんが、ペリエジュエの当主だったシャルル・ペリエの邸宅とカーブとして作られたものだそうです。パリ市庁舎やオペラ座を手がけたのと同じアルチザンたちが関わっているそうで、なるほど贅沢な作りです。今は考古学とワインの博物館となっていますが、まずはこの地方が海だった時代の化石が展示されています。この時代の地層があることで石灰岩土壌になっていて、それがワイン作りに効果的に働いているんですよね。大改装をしてはいますが、創建当時の構造をよく残していて、それがとても見応えがあります。窓からはぶどう畑の丘も見えました。さて、これは何でしょう。そう、剪定バサミです。ぶどうの収穫に使われるものです。シャンパーニュになるぶどうは機械を使わず、すべて手摘み。剪定バサミはこの地方にはなくてはならないものですね。こちらの模型はシャンパーニュメゾンの地下。三角形の空洞は昔の石灰石を切り出していた跡を利用してカーブにした部分。地下でゆっくり熟成したシャンパーニュをこうして地上に運んでいたわけですね。ずらりと並んだこのボトル、全部シャンパーニュ用だそうなんですが、750ml 入りのスタンダードサイズは右から2番目で、左に行けば行くほど特別感が増します。一番左のは30リットル、スタンダードなボトル40本分ですって。シャンパーニュ用の優雅なグラスが展示されていますが、私は中でも特に地味なグラスに惹かれました。前回の動画をご覧くださった方はお分かりですね。シャンパーニュ地方の伝統的なグラス、ブリダ。これは中でもドンペリニョンのグラスで1932年のクリスタル製だそうです。さてさて、楽しみにしていた気球の乗り場にやってきました。
150メートル上空からエペルヌの町とブドウ畑の丘を眺めるはずなのですが、なんと上がらないと言われました。気球は風とか天候条件に左右されるそうで、素人の私などからするとこれくらいの風なら大丈夫そうと思われたのですが、ダメでした。その代わりにヘッドセットを装着してバーチャルリアリティとして気球体験をしました。気を取り直して、ここからは本日のメインイベント、エペルネー市庁舎でのスペシャルディナーです。シャンパニオ通りにある市庁舎、こちらもシャトーのように立派です。建物の裏手の庭に来ました。この敷地は通り抜けができるようで、市民の日々の通り道になっていますね。花壇が丹精されていて、とても美しい眺めです。参加者が3355集い始めています。まずはこのエントランスでアペリティフ。おつまみですでにお腹がいっぱいになりそうなボリュームです。ウェルカムシャンパーニュはこちら。バックラベルを開くとぶどう畑の地図がありました。グラスがたくさん並んだテーブルにつきます。ルディネ・デクセプション、スペシャルディナーの始まり。グラスに注がれているのはアンリ・ジローのシャンパーニュ。アミュズブッシュ、ムースの下にはホワイトアスパラがありました。このディナーではお料理ごとに違うシャンパーニュが注がれます。シャンパーニュ・ドゥッツのキュベ・ダンウールと合わせるお料理はスモークした石ビラメのカルパッチョです。スペシャルディナーは地元のシェフとイタリアのシェフとのコラボレーション。こちらのお料理は地元オテル・ダングルテーのレストランジェローム・フィークシェフによるものです。今注がれているのは先ほど訪ねたル・ヴノージュのキュベコルドンブルー2012年。シャンパーニュはそれぞれが個性豊か。色だけ見てもこんなに違いますね。続いてはイタリアのマッシモ・カミアシェフのお料理、ホロホロ調ヘーゼルナッツのクリームを詰めたラビオリ、グラタンドロというイタリアチーズのムースと一緒にいただきます。おや、赤ワインが注がれました。イタリアはバローロの赤ワインです。そしてそれに合わせるお料理がこちら。ピエモンテ州キャナーレという町の一つ星レストランアルエノテカのシェフダビッド・パリューダさんによるものです。赤いキャベツの葉の下には鹿肉、とても貴重な食材です。キャベツの酸味、そしてウイスキーとカカオのソースとでいただくのですが、これがとっても充実したお料理で、私のテーブルにいたフランスの食のジャーナリストたちもとっても気に入っていた様子でした。バロールの赤ワインとの相性抜群です。イタリアからシャンパーニュにいらっしゃったシェフたち、大きな拍手を浴びていました。一仕事終えた満足そうなお顔、いい感じですね。本日6本目のシャンパーニュはムンム。
2013年ヴィンテージでした。チーズもイタリアとフランスのコラボというわけで、左が24ヶ月熟成のパルミジャーノ、右がシャンパーニュ地方のチーズシャウスです。いよいよフィナーレが近づいてくると、ラタフィアがグラスに注がれまして、デザートが登場しました。モッツァレラ、イチゴ、そしてハイビスカス風味のルバーブがラビオリ仕立てになっています。バローロのワイン生産者のロレンツォさん、テーブルを回ってご自慢のワインを皆さんに注いでくれました。シャンパニュとイタリアンガストロノミーとのマリアージュ、とっても贅沢で幸せな夏の夜でした。